皆さんこんにちは。カレンゲームラボのカレンです。今回紹介するタイトルはちょっと懐かしさを感じさせる最新ゲームをお届けしたいと思います。ドット絵を基調としたゲームやアンリアルエンジンによるピクセルアートを採用したゲーム、また古き良き中に臭さを味わえそうなゲームなど、最近紹介してきた血みどろのダークファンタジーものとは打って変わって心が和みそうなタイトルとなっております。どれも面白そうなものばかりですので、ぜひ最後までご覧ください。ここでちょっとお知らせ。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは見てまいりましょう。一つ目の作品、スズランの剣。開発はピンイン XD ネットワークで、ジャンルはタクティカル RPG、 世界観は中世ファンタジーで後戻りがテーマとなっております。主人公は時間の力を操れる傭兵のリーダーとして3つの国家勢力と戦い物語を進めていくといった感じになります。でこのゲームなんですが、見てくださいよ。伝説のオーガバトルやタクティクスオーガを彷彿させ、かなり似ているかなといった印象なんですが、それもそのはず、開発者さんがものすごくこのオーガバトル系のゲームジャンルに熱い思いがあり、オーガバトルあるいはタクティクスオーガを超える作品を作りたいという思いから開発が始まった経緯があるようです。また開発するにあたり、オーガバトルシリーズを手掛けた松野康美さんにも賛同を得ているので、あれですね、パではなく踏襲されていても問題ないんですかね。そして本作は単性のローグライクウォーゲームによる戦闘に加え、物語には時間と後戻りの概念があり、分岐や伏線がふんだんに取り入れられており、場合によっては重要な情報を入手できず傭兵団が壊滅してしまうというケースもあるようです。その場合は後戻りの力を使い、重要なポイントでの情報を収集し、常に最善のルートを選び進行していくといった流れになるようです。タイムリープものに近いんでしょうかね。リゼロの死に戻りがもしかしたらイメージしやすいかもしれないです。そのため反復しストーリーを進める必要があるので、遊びの幅も広く、さらに育成コンテンツやサブコンテンツなども豊富にあり、飽きさせないための準備がなされているようです。しかしながらローグライクということで、週の初めにはなんと育てたキャラのステータスがリセットされてしまうため、再度育成を余儀なくされてしまうプレイスタイルになってしまうようです。現在ベータテストも終わり、いろいろと調整が入るとは思いますが、ぜひね、育成初期化部分については大幅な調整を入れてほしいです。課金ありのスマホのゲームではこの辺の調整がうまくいかないと大炎上しちゃいますからね。プレイヤーが不利になるようなことはないようお願いします。調整次第でかなり面白そうな内容なので、グローバル展開されたらぜひ遊んでみたいタイトルです。続いて2つ目のタイトルはクリスタルハート2コンパスオブディメンション。開発はネットマーブルで、ラインゲームスより2022年にリリース予定となっており、ジャンルは MORPG、 世界観はファンタジーで、前作クリスタルハートの20年後を描いた作品。もうこの PV 見てくださいよ。なんか聖剣伝説を彷彿させる世界観でファンタジーしてますよね。個人的にはこの柔らかくてかっこかわいい感じって嫌いじゃないですね。そしてバトルは前作クリスタルハート同様オートで進行し、ターゲットした敵に自動で攻撃を行うか、ドラッグ操作で特定のキャラを動かし敵を攻撃するかの2パターンの操作があり、各キャラ入り乱れての戦いとなるので、慣れないうちはオートで進め、強敵やボス戦などは半手動で対応するといった感じですかね。本タイトルはソロでも十分遊べて、 MORPG ならではの協力型クエストなどマルチでも楽しめる要素があるようです。とはいえ他のプレイヤーとの競い合わせがないとソシャゲなので売り上げが弱くなってしまうので、当然ネットマーブルさんのことなのでアリーナ的な競争コンテンツが用意されていると考えられますが、あまりギスギスしたようなコンテンツにはしないでほしいです。
ソロでも十分遊べるというところから探査や育成といったやり込みコンテンツも充実してそうで、海外情報誌によるとゼルダのような謎解き要素も豊富にあるとのことです。ソロでの遊びは十分と考えられますね。ただ育成面では良くも悪くもネットマーブルさんのことなので、キャラ育成が鬼畜仕様になってなければ良いのですが、特にキャラとつるのに同一キャラが何体も必要になるとか、あまりそういうのはしないでほしいといったところです。マイルドな感じでお願いします。 PV 見ている限りだと結構楽しめそうな感じのタイトルなので、日本でのリリースが待ち遠しいところです。続いて3タイトル目はクロスゲートトラベラー。開発運営はイートンマジックドラゴンネットワークテクノロジー。ジャンルは MMORPG。 本タイトルは2001年に日本国内でエニックスの初の MMORPG クロスゲートの20周年を記念したリメイク作品。クロスゲートは日本、台湾、香港、マカオ、韓国、中国でグローバル展開されていた国産 MMORPG として人気を博したタイトルですが、現在中国以外の国での運営は終了している状況。しかしながら中国での人気は売り上げともに高く、今回のリメイクの開発が進んでいたようです。本タイトルクロスゲートトラベラーの世界観は剣と魔法が織りなすファンタジー。ゲームの特徴としては MMORPG では珍しくエンカウント式のターン制を採用しており、今流行りのアクションしたものとは打って変わってじっくり考えながら攻略するバトルとなっております。エンカウント式を採用している理由としては、多分なんですが、当時の MMORPG って育成のために敵モンスターの乱獲や狩り場の独占などってのが結構あって、プレイヤー同士がギスギスしちゃってたんですよね。それを解消させる一つとしてエンカウント方式を採用してたんじゃないですかね。またほのぼのさを感じさせつつもしっかりやり込み要素は満載で、プレイヤーキャラの育成はもちろんペットの育成、各種職業の取得、ダンジョン探査など MMORPG ならではの要素がふんだんに組み込まれており、さらにプレイヤーキリングはなくデュエルという方式でプレイヤー同士が許可した場合のみ対戦が可能となっていて、ちょっとコアゲーマーにとっての引きは弱いものの MMORPG を初めてプレイするという人にはかなりおすすめのタイトルかと思います。本タイトルは中国ですでにリリースしており、残念なことに日本での展開は過去の経緯があるためない可能性があります。気になる方は公式サイトの URL を概要欄に記載しておきますので、ぜひご覧ください。4タイトル目はテールズ・オブ・ドラゴンランド。開発はアズレアでおなじみのズロンゲームス。ジャンルは MMORPG。中国ではすでにリリースされており、セールスランキングでトップ15に入るなど売り上げも好調で、今後ますます人気が出そうなタイトルです。世界観は人とドラゴンが共存するファンタジー。最高のドラゴンハンターになるために冒険をしていくといった内容。 MMORPG ということで他者との協力プレイはもちろん、ソロによる探査やさらには討伐したモンスターをペットにし乗ることも可能ということで、これはまさにモンスターハンターストーリーズのアクションバトルバージョンですね。はい。本タイトルは4つの職種から1つを選択し、職種に応じたスキルや役割があり、共闘の際には役割を意識した立ち回りが必要となりそうですが、まあ数の暴力的な感じで大人数のプレイヤーでボスを討伐するといったタコ殴り形式のため、多少キャラクターやプレイヤースキルがなくてもなんか活躍できちゃいそうな感じですよね。ビジュアルは可愛らしく MMORPG のちょっとリアル寄りなものが苦手って感じの初心者の方にもうってつけのタイトルかと思います。また育成面において1日に取得できる経験値の量が決まっているとのことですが、これはレベルキャップのことなんですかね。ちょっと不明な部分ですが、そうなるとプレイする頻度自体はそこまでがっつりしなくてもよくて、仲間同士で気軽にバトルを楽しんでチャットをしたり、マイホーム機能なんかも用意されているので、のんびりとゲームを楽しむことができるのかなといった印象です。
気軽に MMORPG を楽しみたいなって方には良いタイトルのように感じます。中国での売り上げが好調であれば、もしかしたら日本展開もあり得ると思いますので、今後続報があれば改めて紹介したいと思います。続いて5つ目のタイトルはワンダリングソード。開発はアモイスタジオで、本タイトルは Steam での配信で売り切りとなっており、スマホ版への展開はないようです。ジャンルは MMORPG で、物語は武教ものということで、簡単に言うと確執に巻き込まれた青年が偉大な武王になるべく世界を旅する物語。こちらアンリアルエンジン4を採用し 2.5D ピクセルで表現された、どこか懐かしくどこか見たような既視感を覚えるビジュアルとなっております。見た目本当に美しいですよね。すごく力を入れてるように見えますよね。バトルは単性のモードとリアルタイム性のモードから選択可能。その他何百ものスキルや能力、独自の行動で成長していく NPC、プレイヤーの選択によるマルチエンディング、やり込みコンテンツとして用意されているサイドクエストなどが用意されているようです。また独自のストーリーと AI を持った NPC も多数登場し、仲間に加えることが可能。会話やプレゼントにより親密度を高めることができるほか、高い親密度を持つ NPC から武術を習得できるようです。ちょっと待ってカレンさん、これあれっすね、完全にあれっすよ。どこをどう見てもオクトラっすね。はい、そうです。こちらのタイトル、オクトラことオクトパストラベラーを完全に踏襲した中国の MMORPG となっております。ある意味すごいですよね。これピクセルアートのオブジェクトと 3D フィールドの組み合わせた表現、立体的な光源処理や被写界深度を用いた演出など非常に似ております。というか素人目にはそっくりですよね。そしてピクセルアートが一つ一つ粗めなのも似ていて、システム面も街にいる NPC に干渉する、それぞれのキャラに特性があり、特性によって干渉の仕方が変わる、仲間にできるなど、まさにオクトパストラベラーですね。はい、ここまで来たかと。ゲーム性というところでは多分面白いと思いますなぜならオクトラなので。また課金要素がない分遊びやすかったりもするんですがね、ちょっと気になってしまうタイトルなんですが、残念なことに日本語ローカライズされてないんですよね。特にオクトラと比べた場合どんなもんかっていうの気になりますね。はい、今回はどこか懐かしく、そして中に臭さを感じさせるタイトル5本を紹介してまいりましたが、いかがでしょうか。どれもこれも遊びやすさは十二分にあり、 MMORPG やアクション RPG がちょっと苦手という方にはちょうど良い作品かと思います。そして何といっても中国のビジネスモデルの一端を垣間見ることができる作品もあり、オリジナリティって美味しいのってくらい、ますます中国市場目が離せなくなってきております。ということでチャンネル登録するかお任せしますが、できたらチャンネル登録お願いします。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは定期的に最新の海外スマホゲーム事情を中心とした情報発信と、その中でも話題性の高いタイトルをピックアップタイトルとして連載配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。